どうも、水草水槽大好きカプラです。おはようございます。2月に入ってから、観葉植物を買いました。これと、あとこれと、これになります。ちょっと面白いものも買ってみました。これですね。今日はそれを、開封して、紹介していきます。いや、2月に入って急に寒くなりましたね。ちょっと風邪をひいてしまって、声が変です。それはさておき、今日は観葉植物を買いました。もともとアクアリウムと観葉植物は親和性が高くて、壁に吊るしたり、ライトスタンドに、飾ったりしたくて、もともと興味はあったんですが、なかなか手が出ませんでした。で、今回はネット通販で3つ、届きました。早速ちょっと開封して皆さんと見ていきたいと思います。一つ目が、京都東山コウモリランの釣り苔玉というものを買いました。2880円。送料込みですね。これが届きました。これ第4種郵便っていうね、植物を郵便の安い料金で送れるサービスがあるんですけど、それで送られてきました。はい、こちらです。これが、ビカクシダの吊り下げフック付きの、苔玉です。2280円ということで、送料込みでかなり安いですね。ちょっとしっとりしてます。匂いは、苔の匂いがしますね。ビカクシダと、かっこいいですね。僕は初めてビカクシダ、手にするんですけど、かなり良さそうですね。これで2880円は安いんじゃないですかね。ホームセンターでビカクシダ売ってるのをちょっと見てみたことがあるんですけど、やっぱりどれも5000円とか、6000円とか、してました。それから考えたら断然ちょっと安いかなと。で、私自身もビカクシダね、初めてなんで、手軽にね、買えて、で、ちょっと始めてみる。観葉植物初心者ですから、手軽に始めてみるには手頃な値段でいい買い物ができたと思います。売ってたウェブサイトはマインドットコムというウェブサイトで、京都東山コウモリランの釣り苔玉ということで、販売してました。はい。コウモリランと呼ばれるもので、ごめんなさい、これビカクシダ。ちょっとね、よく分かってないんですけど、これコウモリランって言われてるそうです。すでに持ってる方はめちゃめちゃわかると思うんですけど、ビカクシダと言われるんですけど、コウモリランと言われてるそうです。こう垂れ下がる葉っぱがコウモリの羽のような形をしているということでコウモリランだそうなんですが、別名でビカクシダと呼ばれてるそうです。で、これの種類なんですけど、アルキコルネというものらしいです。だからビカクシダ SP アルキコリネみたいな感じですかね。アルキコルネみたいな感じなんですかね。吊り下げフック付きで、めちゃめちゃいいですね。これが一つ目です。次が二つ目ですね。このパッケージを多分見て、ここのサイトで買ったんだと思った方もいらっしゃると思います。パッキングがだいぶ厳重ですね。クリスマスツリーに乗せる綿が入ってます。これですね。ちょっと貼り付いてますね。よいしょ。こちらが2つ目、です。これはですね、これなんだっけな。ビカクシダのリドレイスポレットっていう種類になってます。ここに書いてありますよね。札がついてます。読み方合ってんでしょうか。リドレイスポレットって書いてありますね。スポワードなのかな、わかりませんけど。リドレイっていう種類です。これは板付きのやつで、水苔が、巻いてあって、板に糸で巻きつけられてる、このまま壁にこう引っ掛けるタイプのものになります。P リドレイスポワードスポレットですかねっていう種類になります。値段が送料込みで5000円ですね。
ビカモリワイフというヤフオクの、ヤフーフリマか購入しました。ヤフーフリマのサイトで、落札して、購入したといった感じですね。で、このビカモリさん、観葉植物やってる方だったらおそらく知ってるんだと思います。初心者の私ですら見つけることができた、ショップなので、多分、一度は使ったことがあるんじゃないかなと思います。沖縄に店舗があるそうなんですけど、それで送料込み5000円って安いですよね。沖縄でこんだけの大きさの箱のもの送ったらもう2000円とか3000円とか送料だけでかかってしまいますから、それを考えるとこの本体かなりお手頃価格なのかなと思います。リドレイっていうのを、買ってみたんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。鹿の角みたいなのがここに生えてて、でここにキャベツの葉っぱみたいのがくっついてますおそらく大きくなったらこっちのここにちょっと新しい芽が生えてますけど、これが大きくなって全体的にこうキャベツの半玉みたいな感じになるんじゃないかなと、思ってます。この鹿の角もどんどん増えて虎視眈々と増えてくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、見た目かなりかっこいいですね。後でね壁に飾っていきたいと思います。でこのビカモリさんのところで購入したらどんな育て方をするのかメッセージで、送っていただきました。ちょっと読みますね。ビカクシダは全般的に風通りのある木漏れ日程度の日当たりがあり、基本毎日水やりをして、翌日にはコンポストがほぼ乾くような環境がベストですという感じみたいですね。サーキュレーターなどを使って風で涼しくさせた方がいいと。夏の蒸れ、ムシムシとした感じと、あと冬の寒さは、他のビカクシダよりも格段に弱いため工夫が必要になると。このリドレーっていうのはそうらしいです。室内栽培だと光の量が足りなくて弱ってしまうため育成ライトがあった方がいいですということですね。うちはちょうどエアコン管理して年がら年中24度から、22度で管理してますので、気温に関しては問題ないかなと思います。湿度もだいたい 60% で維持してますので部屋がね、観葉植物を置くには悪くはない環境じゃないかなと思ってます。で水やりですが、一度カラカラになるまで乾かして若干重たくなるような水やりがベストということです。1日で乾く量程度の水やりがいいそうですね。あまりカラカラにしすぎちゃうと水苔が水を逆に弾いてしまって水の吸収がしづらくなるそうです。そうなる前にある程度湿り気を保ちながら水やりをしていくそうなんですけど、この辺は水やりの動画を出しているので参考にしてくださいっていう感じで動画の URL が貼ってありました。でこのリドレーなんですけど、到着後さっと水やりをして風が当たるところに置いてくださいと書いてありますね。水やりをして乾かす、これをどれだけ繰り返せるかが成長させる一つのポイントらしいです。風がないと乾きが遅くなって蒸れて痛みが出ますので必ず風を当ててくださいということですね。風を当てる必要があるんだ。なかなかどうしようかな。このアクアリウムの部屋には風が吹いていないので、暖房のエアコンの風ぐらいなので、ちょっとエアコンの風を直接当てるのかなと思っていますんで、そのあたりどうしようかな。ジメジメしていると茶色い斑点が出やすいそうです。ちょっと今現在茶色い斑点はわからないんですけど、茶色い斑点が、出てくるそうです。貯水葉というものがあるらしくて、これのことですかね。貯水葉が蒸れてしまうと黒っぽくなるそうです。でそれがどんどん広がっていくので、躊躇せず早めにその部分はカットして始末してあげてくださいということですね。冬の時期は光の量が不足しますので育成ライトを準備された方が良いと。なるほど。冬場は暖房、育成ライト、サーキュレーター、加湿器を準備した方がいいと思います。なるほどね。
温度は20度から25度をキープした方がいいそうです。20度以上と強めの光、両方揃っていないと葉が大きくなりませんと。小さなうちは貯水能力があまりないので乾かしすぎない方がいいですと。水苔が3日以上濡れているといつか必ず枯れますといったことが書いてありました。ありがとうございます。これを参考にね、育てていきたいと思います。で、これは、3つ目です。今回観葉植物関係で買ったもの3つ目ですね。これです。ビカクシダの、胞子4種セットと道具のセットです。これも同じくヤフーフリマで、購入しました。セットの内容はビカクシダの種6個のビカクシダの種を買いました。私知らなかったんですけど、ビカクシダって種で増えるそうなんですよ。その胞子を育成していくと数年かけて育てることができるというみたいです。すごいですね。知らなかったです。ブセファランドラみたいに株分けして育てるということかなと思っていたんですが、なんと今、ビカクシダはこういった種で育つそうです。こういう種ですね。で、その種で育てるのを胞子培養っていう風に言うらしいんですが、その胞子培養のキットを購入しました。うちではブセファランドラの育成をこういったね、タッパーでこんな感じで管理して、早もう5年が経っていますが、これができるんであれば、ビカクシダの胞子培養も私自身できるんじゃないかなと思って買ってみました。ちなみにどんな胞子を購入したかと言いますと、ちょっと読めないんですが、プラティセリウムの ASW01 というものが一つ、キチャクウード、読めない、全然読めません。キチャクウッドで、これは、バッセイっていうやつ。バッセイ。で、これが、ホルツミツィン。はい、読めない。キットジャックウッドツィン。コロナリウムコンパクト。はい。これの、全部で6種類。6種類送ってくれたんですね。6種類。4種類買ったんですけど、2種類おまけでつけてくれてます。それプラス、これは培養の土みたいですね。これ培養土。はい。ジフィー7というものらしいです。取扱説明書が入っています。このジフィー7というのを熱湯で戻して、放置すると、ふわふわっと増えて、培養土ができるそうです。で、こういった容器に胞子を入れて、日の当たらない場所で保管して、1から3ヶ月程度で胞子から発芽して全葉体というものが出るそうです。カイワレの葉っぱみたいのが出るんでしょうね。そこから何年か経ったらこうなるということみたいです。ちょっとこれにチャレンジしてみようかなと思って買ってみました。これは同じく、ヤフーフリマね、ペイペイフリマというもので、この道具と、セットで全部で5000円といったとこですね。これは吉村植物商店というお店で、買いました。いろんな種の種類を販売しているんですが、この種類とこの種類とこの種類が欲しいんですっていう風な話をすると、私のようにひとまとめにして販売をしてくれます。これはこれでね、一つ楽しみかなと思っています。で、あと胞子培養するにあたってちょっとグッズを集めてきました。ホームセンターと、ダイソーで集めてきましたね。胞子の培養のセットについてたケースついてたんですが、一応こんなものも買ってみました。ダイソーで、クリアケースですね。蓋のできるタイプのものです。こういう感じで、こんな感じでね、
蓋ができるものを買ってきました。これ4つ買ってきました。ただ胞子6種類あったんで、4つじゃ足らないといった状況ですね。それとスプレーです。スプレーボトルおまけでついてました。一緒に買った時についてました。なんですけど、スプレー買っちゃいました。で、このスプレーなんですけど、いろんな YouTube で胞子培養めちゃめちゃ簡単だよっていう風に紹介してて、これはやってみようと思ったんですが、その中で見かけたのがこれ。カビ予防のためにベンレートというものをするといいと。これをどうもなんか2000倍に希釈してスプレーすることでカビを、菌とか雑菌を増やさずに健康的に植物を育てることができるということで、これやった方がいいよっていうことだったんで買ってみました。これカインズホームで買ったんですけど、値段が、600円ぐらいですね。そんなに高くないものです。10本ついてますね。水草その前にみたいなものがこんな感じであるんですけど、これが、2000倍で希釈すると1リットルの溶液ができるそうです。で1リットルもそんなに必要ないんですけど、保存が効かないそうなんで、ちょっとずつ溶かして使おうかなと思ってます。これはブセファランドラの育成にも使えそうだなとちょっと思ってます今。カビが生えたりで、もう私の育ててる5年かけて育成してるブセファランドラの育成場にはカビが生えるような状況は一切起きないんですけど、これからねまた新しくブセファランドラの育成で密閉容器を作るときにこのベンレートを振りまいて、でカビ予防でねやってみようかなと思います。新しいやっぱり土とか使うとそこにカビが生えやすいですよね。バクテリアとかその他の細菌が、土に住んでいない状態ですので、そういったところには非常にねカビが生えやすいので、こういったベンレートを併用していくといいのかもしれません。この胞子培養もねかなり簡単らしくて、蓋で密閉してるだけでいいそうなんですよ。なので本当に放置管理できるんだったら、いや今からやってね、この数年後3年後4年後5年後に向けてちょっと今から少しずつ、ビカクシダを増やしてね、この部屋を今あるこのアクアリウムの部屋を、観葉植物だらけにしたいなと考えております。はい、ということでいかがだったでしょう。今回はこのビカクシダのこちらの板付けのものと吊るして使うもの、ビカクシダの吊るして使うもの、それと胞子培養キット、この3つを購入しました。これからねこの観葉植物に関してちょっと動画も少しずつ撮っていきたいと思っています。メインはもちろん土曜日、夜の7時アクアリウムの動画を更新していますが、観葉植物の動画を撮影するときは別の日にね公開して、イレギュラーの投稿になると思うんですけど、こんな感じでね今日みたいなこの投稿のようにね少し撮影のね仕方も少し変えて観葉植物をね、接していきたいと思っております。ですので観葉植物界隈の皆さんね、ぜひ初心者の私に、いろいろねお力添えいただければと思いますので、また、動画を見ていただければ幸いです。それではありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。